今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。自然の美しさと静けさをテーマにあなたを眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は自然物語オリジナルストーリーを8話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。湖畔の約束。湖畔に佇む青々とした松の木々が微風に揺れていた。湖面は穏やかで、その青は深く、まるで地球の秘密を抱えたかのようだった。この湖畔には古くから語り継がれる約束があった。それは自然と人間との間に結ばれた契りであり、この地域の住人たちはそれを大切に守ってきた。湖の水は澄み渡り、その深淵には幾重にも層をなす青が広がっていた。季節の移り変わりに応じて、湖の色彩は時に青く澄み切り、時に緑や紫に染まり、まるで幻想的な絵画のようだった。湖畔に広がる静寂は、時折風のそよぎや野鳥のさえずりに包まれ、自然の息吹が湖面に響き渡る。湖畔の住人たちは、この美しい自然の中で暮らし、その恵みを受けながら、自然との共存を大切にしてきた。彼らは自然との関係を築き、湖や周囲の森、山々との絆を深めてきた。その絆は、互いの生命を尊重し、自然の営みを理解することで育まれてきた。しかし、最近、湖畔の平和が乱れつつあった。湖の水が濁り、水中の生物たちが不穏な動きを見せるようになったのだ。住人たちは驚きと幽霊の念を募らせ、湖畔の約束が守られていないことを心配していた。この美しい自然の場所が脅かされることに対し、住人たちは困惑し、不安に満ちた日々を送っていた。湖畔に住む者たちの中には、この異変の原因を突き止めようとする者もいた。彼らは自然を愛し、湖畔の平和を守ることに情熱を注いでいた。彼らは湖畔の約束を重んじ、自然との共存を守るために立ち上がる覚悟を持っていた。そして彼らの行動が湖畔の未来を変える可能性を秘めていたのだった。湖畔に住むエルフィンは自然との調和を求める若き村人だった。彼の目は常に湖の美しさに釘付けになっており、湖の静けさや豊かな生態系が彼を魅了していた。ある日、エルフィンは湖畔の村にやってきた。彼の目的はただ一つ、湖とその周辺の自然を守ることだった。村の長老から湖畔の約束について教えられたエルフィンはその重要性を深く理解した。彼は自然と人間との結びつきを感じ、湖畔の平和を守る使命を胸に秘めていた。しかし、彼が村に到着したその日、湖で不穏な動きがあった。湖面は波立ち、水中から異音が聞こえた。エルフィンは驚きと幽霊の念を覚えながらも、冷静に状況を見つめた。彼は湖の生態系に何かが影響を与えていることを感じ取り、自らの役割を果たす覚悟を固めた。湖畔の約束が破られている可能性を考え、彼は行動を起こすことを決意した。エルフィンは湖畔を探索し始めた。彼は湖の水面に触れ、その波紋から自然の息吹を感じ取った。彼は水中の生物たちと対話し、彼らから湖の調和が乱れていることを知らされた。その知らせに心を痛めながらも、エルフィンは自然の声に耳を傾け、行動を続けた。湖畔の周囲を歩く中で、エルフィンは樹木の葉がしおれ、動物たちが不安げに動き回る様子を目にした。彼は深い憂慮を感じながらも、
湖畔の生態系全体が脅かされていることを理解した。彼は、その原因を突き止めるため、森や山々に向かい、湖に隣接する生態系を調べ始めることを決意した。エルフィンは、湖畔の生態系の調査を進めるため、森や山々に向かった。彼は、自然の中を歩きながら、樹木や草花と会話し、それぞれが抱える喜びや悩みを聞きながら、自然のバランスが乱れている兆候を探した。森の中で彼が見つけたのは、かつては繁茂していたはずの樹木がしおれ、生命力を失いつつある姿だった。それぞれの木々が持つエネルギーが減退し、枝葉がしぼんでいく様子は、まるで自然界が悲嘆に暮れているかのようだった。エルフィンは深く胸を痛めながらも、その原因を突き止めるために立ち止まらずに歩み続けた。彼は山々の頂上に向かい、大地の鼓動を感じ取った。しかし、その鼓動もまた不規則で乱れたものであり、自然界の不穏な兆候を象徴していた。山々の岩肌には、かつてないほどの亀裂が入り、岩が崩れ落ちる危険性さえ感じられた。エルフィンはその光景に絶望を覚えながらも、自然が抱える問題を解決するために行動することの重要性を再確認した。湖畔の周辺を探索する中で、エルフィンはある異変に気づく。湖の水源に近い場所で、何者かが自然を破壊しようとしている痕跡を見つけたのだ。樹木が切り倒され、生命を司る精霊たちが嘆き悲しむ声が聞こえてきた。エルフィンは激しい怒りを覚えながらも、冷静さを保ち、その原因を突き止めるために、行動を起こす決意を固めた。エルフィンは湖畔の約束を破った者がいることを知り、その真相を追求するために決意を固めた。彼は湖畔の村に戻り、村人たちに事態を報告した。村人たちは驚きと怒りを抱きながらも、エルフィンの言葉に耳を傾けた。そして、共に約束を守ることを決意し、自然との調和を取り戻すための行動を起こすことを誓った。エルフィンは村人たちと共に、湖畔周辺の生態系を保護するための計画を練り始めた。彼らはまず、湖の水質や生物相の調査を行い、問題の根源を突き止めるための手がかりを探した。そして、湖畔に生息する動植物たちとの対話を通じて、彼らの声に耳を傾け、共に解決策を模索した。一方で、エルフィンは、湖畔周辺の森や山々を探索し、湖畔の約束を破った者の行動の手がかりを探した。彼は樹木や岩肌から痕跡をたどり、その者が自然を破壊する行為を阻止するための方法を模索した。彼は激しい怒りと同時に、その者の心情を理解しようと努め、対話を通じて紛争を解決する道を探った。村人たちとの協力のもと、エルフィンは湖畔の生態系を保護するための様々な取り組みを進めた。彼らは森や山々に植林を行い、湖の水質改善のための取り組みを実施した。また、湖畔に生息する動物たちの保護活動を強化し、自然との調和を取り戻すための努力を続けた。最終的に、湖畔の約束を破った者との対話を通じて、エルフィンはその者の心情を理解し、共に解決策を模索することに成功した。彼らは過ちを認め、自然との調和を取り戻すための行動を共に起こすことを誓った。そして、湖畔の平和が再び取り戻されるとともに、自然との絆が深まっていくのだった。湖畔の約束を守るための取り組みが成功し、湖畔の平和が取り戻された。エルフィンと村人たちは自然との調和を取り戻すために共に努力し、その結果、湖畔の美しい景色と豊かな生態系が再び輝きを取り戻した。湖面は穏やかに波立ち、風が木々を揺らす音が湖畔に響き渡る。
村人たちは湖畔の生態系を保護するために様々な取り組みを続けた。彼らは森や山々に植林を行い、湖の水質改善のための取り組みを進め、湖畔に生息する動物たちの保護活動を強化した。その結果、湖畔の生態系は再び健全な状態に戻り、豊かな自然の恵みが村人たちにもたらされた。エルフィンは自然との調和を取り戻すための努力が報われたことを喜び、湖畔の未来に希望を見出した。彼は村人たちと共に湖畔の美しい景色と豊かな生態系を守り抜く決意を新たにした。そして湖畔の約束が守られる限り、この美しい場所が永遠に続くことを願いながら、自然との絆を深めていった。湖畔の村は再び平和な日々を取り戻し、人々は自然と共に生きる喜びを再発見した。湖畔の静寂と美しさが村人たちの心を癒し、新たな希望と活力を与えていった。エルフィンと村人たちは自然との絆を大切にし、湖畔の約束を永遠に守り続けることを誓ったのだった。そして湖畔の約束が守られる限り、この美しい場所が永遠に続くことを願いながら、自然との絆を深めていった。森からの正体。森の深い奥地、人々の足がほとんど踏み入れることのない場所に、古くから伝わる一本の大木がありました。この大木は森の守り神として崇められ、多くの生き物たちにとっての聖地でした。昼は太陽の光が木漏れ日となって地面を暖かく照らし、夜には月の光が幻想的な景色を作り出します。四季を通じて森は様々な顔を見せ、命あふれる場所でした。ある日、森は新しい物語の始まりを迎えようとしていました。それは風に乗ってきた一枚の葉っぱの物語。この葉っぱは遠く離れた別の森から旅をしてきたのです。その葉っぱには一つの願いが込められていました。それは森を守り、そして森に住むすべての生き物たちが安らぎと調和の中で生きられるようにするという願いでした。大気は葉っぱの願いを感じ取り、森に住む生き物たちに伝えることにしました。こうして森は新しい章を迎える準備を始めたのです。大気のもとに集まった森の住人たちは、風に乗ってきた葉っぱの話を聞き、その願いに心を動かされました。彼らは森をより良い場所にするために何ができるのかを考え始めました。そんな中、小さな鳥たちが空から見た森の外の世界について話し始めました。彼らは人間たちが森を訪れることが増え、その中には森を傷つける者もいると伝えました。しかし人間の中には森の美しさを愛し、守ろうとする者もいることを彼らは知っていました。森の住人たちは人間と共存する方法を見つけなければならないと感じました。そこで彼らは森の奥深くに隠された美しい場所を人間たちに見せることで森への理解と尊敬を深めてもらおうと考えました。準備が整い、森は選ばれた人間たちを招待することにしました。森の入り口には輝く蝶々が舞い、人々を迎え入れるための案内役となりました。人々は蝶々に導かれながら森の美しさに心を奪われていきました。途中、小川がせせらぎ、色とりどりの花々が咲き誇り、動物たちは警戒心を解き、人々を温かく迎え入れました。人々は森の息吹を肌で感じ、その美しさと豊かさに圧倒されました。夜になると、大気の下で特別な集会が開かれました。森の住人たちと人間たちは火を囲みながら交流を深め、
互いの世界を理解し合う時間を持ちました。交流を通じて、人々は森を守るためにできることを学びました。森の住人たちも、人間たちが持つ知恵と技術に感銘を受け、共存の道が見えてきました。森と人間は、新しい絆で結ばれたのです。季節は流れ、森はさらに豊かな場所へと変わり始めました。人々は森を訪れるたびに、その変化を実感し、森への愛と敬意を深めていきました。そして森の住人たちと人間たちの間に生まれた新しい物語は、遠く離れた他の森にも伝わり始め、世界中の森がつながり合う夢が、少しずつ現実のものとなっていきました。年月が経ち、森と人間との間に築かれた絆は、次世代にも受け継がれていきました。森はかつてないほどに生き生きとし、人々はその恩恵を受けながら、自然との共存の大切さを学び続けました。大気の下で、新しい物語が語り継がれる中、風に乗ってきた一枚の葉っぱの願いは、遥かに超えた形で実現されました。森と人間は、共に成長し続ける仲間となったのです。そして、安らぎを見つける場所となったことを、この物語が教えてくれました。森は、ただの場所ではなく、生き物たちが共生し、支え合い、そして何世代にもわたって大切にされるべき宝物であるということを、私たちに思い出させてくれるのです。風に乗ってきた一枚の葉っぱの願いは、森の生き物たちと人間が互いに学び、成長することで叶えられました。森は、その美しさと力で、これからも多くの人々に、夢と希望、そして安らぎを与え続けるでしょう。そして森からの正体は終わることなく、次の旅人へと受け継がれていくのでした。海の冒険者。かつてないほど静かな海の夜。星空は水面に映し出された無数の光でキラキラと輝いていました。月は夜の海を穏やかに照らし出し、波の音だけが時を告げているようでした。この平和な光景の中、小さな海の冒険者が今夜もまた新たな旅を始めようとしています。主人公は海に生きる小さなクラゲ夢。夢は海の中で最も美しい光を放つと言われる伝説のサンゴ礁、光る海の庭を探す旅を続けていました。誰もがその存在を疑う中、夢だけは光る海の庭を見つけ出し、その美しさをすべての海の生き物に分かち合いたいという一心で旅をしていました。今宵、夢は新たな情報を得るため、知恵深い海の老人青を訪ねることにしました。青は海の歴史を知る数少ない生き物の一つで、多くの冒険者が訪れることで知られていました。夢の旅は、この夜から新たな章を迎えようとしていました。夢は海底の古い岩が並ぶ道をたどり、青が住むとされる洞窟にたどり着きました。洞窟の入り口は薄暗く静かで何百年もの間、海の秘密を守ってきたように見えました。夢は勇気を出して暗闇の中へと進んでいきました。中に入ると洞窟は予想外に広く奥深くまで続いていることがわかりました。壁一面には海の歴史を物語るかのような古代の絵が描かれており、夢はその美しさに見とれながら奥へと進んでいきました。やがて夢は洞窟の最も奥にある広い空間にたどり着きました。そこには長い髭をたなびかせた巨大なウミガメ、青がじっとしていました。青は夢の到来を静かに迎え入れ、夢が探している光る海の庭について語り始めました。光る海の庭はただの場所ではない。それは旅をする者の心に映し出される幻想だ。
しかし、その幻想を現実に変えることができる者もいる。その鍵は、海の中で、最も純粋な心を持つ者のみが握ることができる。と、青は言いました。夢は自分がその純粋な心を持っているかどうか、自信が持てずにいましたが、青は優しく微笑み、純粋な心は、疑いを知らず、愛と希望で満たされている。お前の旅は、その心を試す旅でもある。光る海の庭を見つけるためには、まず自らの心を見つめ、その純粋さを高めていく必要がある。と助言しました。青からの言葉を胸に、夢は再び旅に出る決心を固めました。この出会いが夢にとって新たなる旅の始まりとなり、未知の世界への扉を開く鍵となるのでした。夢が再び旅に出た夜、海は静かで星の光が水面を照らし出していました。その光は夢の体を照らし、彼女自身が小さな光源のように見えるほどでした。夢は深い海へと潜り、光る海の庭を探し続けましたが、なかなか手がかりを見つけることができませんでした。ある夜、夢は疲れて海底の岩に身を寄せて休んでいた時、突然、目の前で小さな光が点滅し始めました。見上げると、それは小さな深海魚で、自らの体を光らせながら、夢に近づいてきました。その魚の名前は光。光は深海で生きる魚で、孤独ながらも自らの光で暗闇を照らし続けていました。光は夢に話しかけてきました。あなたは光を求めて旅をしているのね。私もまた暗闇の中で光を放ち続けることで少しでもこの海を明るくしたいと願っているわ。夢と光は共に光を求めるものとしてすぐに意気投合しました。光は夢に深海には見たこともないような美しい光を放つ生き物たちがいると教えてくれました。そして光る海の庭を見つける手がかりとなるかもしれない場所へと夢を案内してくれることになりました。二人は深海の奥深くへと旅を続け、その途中で様々な困難に遭遇しました。しかし、夢の持つ希望の光と光の放つ輝きがあれば、どんな暗闇も乗り越えられると信じていました。そして、彼らの旅は次第に光る海の庭へと近づいていくのでした。光の案内で深海のさらに奥深くを旅した夢と光は、ついに光り輝く場所へとたどり着きました。そこは言葉では表現できないほどの美しさを持つ場所で、無数の光が海の植物や岩、小さな生物たちから放たれていました。この場所こそが夢が探し求めていた光る海の庭だったのです。光る海の庭には光を放つサンゴ礁が広がり、それぞれのサンゴからは異なる色の光が放たれていました。その光は互いに調和し合いながら、まるで海の下のオーケストラのような美しいメロディーを奏でているかのようでした。夢と光はこの奇跡のような景色にただただ圧倒されるばかりでした。私たちの旅はここに来てようやく終わりを迎えたのね。と光は言いました。いいえ、これは新たな始まりだ。と夢は答えました。この美しい光を他のすべての海の生き物にも分かち合いたい。それが私の新たな夢だから。夢は光る海の庭の美しさを広めるため、そして海のすべての生き物がこの美しい景色を共有できるようにするために旅を続けることを決意しました。光もまた夢の新たな夢を支え、共に行動することを誓いました。そして二人は光る海の庭から新たな旅に出発しました。彼らの旅は光を求め希望を広める旅であり、その輝きは深海の暗闇を照らし続けることでしょう。光る海の庭の美しさは
やがて、すべての海の生き物に知れ渡り、海の世界に新たな光と希望をもたらすのでした。夢と光の旅は、光る海の庭から始まり、遥かなる海の各地を経て、数えきれないほどの生き物たちとの出会いを重ねていきました。彼らが訪れるたびに、その場所の海は少しずつ、しかし確実に、より明るく、より暖かな場所へと変わっていきました。夢は、光る海の庭の美しさを、自らの体から放つ光とともに、海中の生き物たちに伝えていきました。彼女の光は、希望のメッセージとなり、暗闇に怯える者たちに勇気を与えました。光もまた、深海の暗闇の中で、自らの光を放ち続けることで、多くの生き物たちを導き、彼らを安全な場所へと案内しました。やがて、夢と光の物語は、海中のあらゆる場所に広まり、多くの生き物たちが、自分たちもまた、この美しい光を、他のものと分かち合いたいと願うようになりました。海の各地では、生き物たちが互いに協力し合い、光り輝く海を作り出すために、力を合わせる姿が見られるようになりました。そして、いつしか、海全体が光に満ちた世界となり、その美しい光景は、陸上の生き物たちにも知られるようになりました。海と陸との間には、新たな絆が生まれ、すべての生き物が、互いを尊重し、共に生きる大切さを理解するようになりました。夢と光の旅は、彼らが始めた小さな一歩から、やがて大きな波紋を広げ、世界を変える力となったのです。彼らは、光と希望を求める旅を続けながら、どんなに小さな存在でも、大きな変化をもたらすことができるということを、すべての生き物に示しました。海の冒険者たちの物語は、ここで一旦の終わりを迎えますが、彼らの旅はまだまだ続きます。彼らの伝えた光と希望のメッセージは、これからもずっと世界中を照らし続けるでしょう。風の住む家。かつて人里離れた山の奥深く、風が住む家があったという。この家はどこにでもあるような家ではなく、自然が織りなす、見るものすべてを魅了する不思議な家だった。壁も屋根もなく、ただ風が通り抜ける場所。しかし、この場所は決して空虚ではなく、風が家の主であり、生きとし、生けるものすべてに優しく語りかける。この物語は、そんな風の家を中心に繰り広げられる。主人公は人間ではなく、この家に集う様々な風たち。北から吹く冷たく清らかな風、南から運ばれる暖かく甘い香りの風、そして時には遠い海から物語を運んでくる風。それぞれが独自の物語とともに、この家を訪れ、他の風たちと共有する。この家がなぜここにあるのか、誰が建てたのかは誰も知らない。ただ一つ、この家があることで、この世界の隅々まで、風が物語を運び、自然の美しさと静けさを伝える使命があるとされている。風の住む家は、静けさと動きが共存する場所。ここには、時間の概念が曖昧で、訪れる風たちは、自らの速さで、自由に時間を旅する。この不思議な家から始まる物語は、自然の中での小さな奇跡と、風が見た世界の美しさを伝える。では、風の住む家で繰り広げられる物語の始まりへと続こう。ある冬の日のこと、風の住む家に、遥か北の地から、一陣の冷たい風が訪れた。この風は、北風と呼ばれ、厳しい冬を乗り越えた強さと、清らかな空気を運んできた。北風は自分が見てきた氷に閉ざされた世界、永遠に輝く雪の結晶、そして凍てつく大地を温める、ほのかな希望について語り始めた。北風が語る物語は、
静寂と生命の息吹が混在する北の大地の美しさを描き出す。冬が厳しくとも生きとし生ける者はその環境に適応し生命のサイクルを続ける。小さな命が集まり互いに支え合いながら厳しい自然の中で生きる力強さと美しさがある。北風はまた冬の終わりに見られる変化についても語った。春の訪れを告げる最初の兆し、雪の下でじっと春を待つ命たち、そして冬の静けさの中でさえも続く生命の循環。北風の物語は厳しさの中にも見出せる生命の営みと変わりゆく季節の美しさを伝える。この物語を聞いた風の住む家は北風が持ち込んだ冷たい空気で少しだけ涼しくなり、家を訪れる他の風たちも北風の物語に耳を傾け、遥か北の大地の美しさと生命の強さに心を寄せた。北風の物語は生命のたくましさと自然の中に見出せる美しさの賛歌であり、風の住む家に新たな物語をもたらした。そして北風の訪問は風の住む家に集う様々な風たちに世界の統一で起こっている小さな奇跡を思い起こさせるのだった。風の物語は次へと移りゆく。春が深まり、風の住む家には今度は南からの訪問者があった。南風は暖かく甘い香りを運んできた。南風が語る物語は遠い南の国の豊かな自然と生命の喜びに満ちた世界を描き出す。南風は色とりどりの花が咲き誇る広大な草原、高く青い空と白い雲、そして暖かな太陽の光が照らす地中海の岸辺を旅する物語を持っていた。花々は風に乗って遠くへと種を運び、新たな命をこの豊かな大地に吹き込む。南風は自然が作り出す、この絶え間ない命のサイクルの中で、いかに多くの生き物が互いにつながり合い、共生しているかを語った。特に南風は春の訪れとともに開花する花々の物語に焦点を当てる。これらの花々は色とりどりの美しさだけでなく、生命を育む大切な役割を担っている。花々から蜜を集める蜂たち、そしてその蜜を元にして生命を育んでいく小さな生き物たちの物語。これらはすべてがつながり、大きな生命のサイクルの一部を形成している。南風の物語は温かさと豊かな生命力に満ち、聞く者に春の訪れとともに生まれる新たな希望と喜びを伝える。風の住む家に吹き込む南風は冬の寒さを忘れさせ、心を温かくする。南風が運んできた物語によって、風の住む家はさらに生命の喜びで満たされ、訪れる風たちは南風が語る豊かな自然と生命の循環に心を寄せた。南風の贈り物は風の住む家に新たな息吹をもたらし、生命の美しさと喜びを再認識させるのだった。物語は続く。夏が訪れると、風の住む家には、遠い海からの風、海風がやってきた。この風は、潮の香りと海の広がり、そして無限の自由を感じさせる。海風が持ち込む物語は、海の深淵に隠された秘密や、様々な生き物の生活、海と共にある人々の暮らしについて語る。海風はまず、深い青い海の底での生命の営みを描き出す。光が届かない深海では、独自の生態系が形成され、そこに住む生き物たちは、特有の光を放ちながら生きている。これらの生き物は、見る者を魅了する不思議な光景を作り出し、海の神秘を物語る。次に、海風は、サンゴ礁の美しさと、その脆弱性について語る。色とりどりのサンゴが作り出す楽園は、多くの魚たちの家であり、生態系の多様性を支えている。しかし、海風はまた、
この美しいサンゴ礁が直面する脅威、海の温暖化や汚染による影響についても伝える。そして、海風は海岸線に沿って生きる人々の暮らしに焦点を当てる。彼らは海との深いつながりの中で生活し、漁や海産物を通じて自然と調和している。海風が語るこれらの物語は、海の恵みと海と共に生きる人々の知恵と文化を伝える。海風の物語は、海の広がりと深さ、そして海が地球上の生命に与える影響の大きさを物語る。風の住む家に吹き込む、この風は遥かな海の物語を運び、聞く者に海の美しさとその重要性を再認識させる。夏の終わりに海風の訪問と物語は終わりを告げる。海風が運んできた物語は、風の住む家に新たな色彩と香りをもたらし、海の奥深くに秘められた美しさと生命の物語を共有したのだった。物語は次の季節へと移り変わる。風の住む家は季節が巡るごとに様々な風が訪れる場所だった。北風が運んだ冬の終わりの静寂、南風が伝えた春の訪れと花々の喜び、海風が語った夏の海の広がりと深淵の秘密。そして秋が訪れると風は再び変わり、豊かな秋の収穫と落ち葉の囁きを運んでくる。この風の住む家では四季を通じて自然の美しさと生命の循環が語られ、風たちはそれぞれの物語を持ち寄り共有した。風たちは遠く離れた場所や異なる生き物たちの生活をつなげ、一つの大きな物語を紡ぎ出す。それは地球上のすべてが深くつながり合っていることを示す物語だ。この後、風の住む家が持つ真の意味が明かされる。この家は単に風が通り抜ける場所ではなく、自然と生命の深い絆を象徴する場所だった。風の住む家は自然の中で生きるすべての生命が互いにつながり、支え合っていることを思い出させる。ここには競争や争いではなく、共生と調和の精神が息づいている。風の住む家から吹き出る風は、この物語を世界中に運ぶ。風に乗って自然の美しさ、生命の営み、そして季節の変化が伝えられる。聞く者は風の物語を通じて自然との深い絆を感じ取り、生きとし生けるものすべての価値を再認識する。風の住む家の物語は終わりを迎えるが、風は止まることなく新たな物語を求めて世界中を旅する。そしてこの旅は永遠に続く。自然の美しさと生命の奇跡を伝える風の物語はこれからも続いていくのだ。こうして風の住む家の物語は終わりを告げる。しかしその物語は私たちの心の中で、そして自然の中で永遠に生き続ける。風に吹かれて。風の塔は高い山の頂に立つ神秘的な場所だった。塔の頂からは世界中の風景が見渡せ、その風景に風の流れが織りなす美しい模様が描かれていた。塔の中にはブリーズハートが住んでいた。彼は風そのものの力を持ち、世界中に風を送り続けていた。ある日、ブリーズハートは塔の頂で風の調和を保つための儀式を行っていた。彼の手から放たれる風は谷や山、海や森へと流れ、すべての場所に癒しと希望をもたらしていた。風の囁きは人々の悩みや願いを彼のもとに届けた。今日は特別に穏やかな風が吹いている。ブリーズハートはつぶやいた。この風が世界中の人々に平和をもたらすことを願おう。その瞬間、彼の耳に一つの囁きが届いた。それは遠い国の少女の声だった。どうか、この風が私の願いを叶えてくれますように。ブリーズハートはその願いに心を打たれた。
少女の願いを叶えるために風を送り続けよそう決意し、風の力を強めた。ブリーズハートは、風の流れを通じて、少女の住む遠い国へと、意識を飛ばした。彼は、その国の風景を目の当たりにし、少女の住む村が、困難に直面していることを知った。村は、干ばつに見舞われ、作物が育たず、人々は苦しんでいた。う。この村に風を送り、水をもたらす方法を見つけなければならない。ブリーズハートは決意した。彼は風を操り、雨雲を集め始めた。風の力を使って、雲を導き、村の上空に留まるようにした。そして、穏やかな風を送り続け、雲がゆっくりと雨を降らせるように仕向けた。村には、久しぶりの恵みの雨が降り始めた。人々は歓声を上げ、喜びの声が村中に響き渡った。少女は雨の中で踊り、感謝の気持ちを込めて、風に祈った。ありがとう。風の神様、私たちに恵みをもたらしてくれて。ブリーズハートは、その祈りに微笑みながら答えた。私は風の力を使って皆さんを助けるためにここにいます。これからも風が皆さんに平和と希望をもたらすことを願っています。こうして、ブリーズハートは、人々に癒しと希望を届けるために、風の塔から世界中に風を送り続けた。その風は様々な場所に届き、多くの人々に勇気と喜びをもたらした。ブリーズハートの物語は、風と共に語り継がれ、風の力がもたらす奇跡が、人々の心に深く刻まれていった。ブリーズハートは、塔の頂で、日々の務めを果たしていた。彼は、風の流れに敏感で、どんな些細な変化も見逃さなかった。ある日、彼は特別な風の流れに気づいた。それは、遠く離れた場所で起きている異変を伝えてくる風だった。この風は何か異常が起きている。ブリーズハートは、その風の流れを追い、原因を探ることにした。彼は風に乗り、塔から旅立った。風の導きに従い、彼は広大な砂漠を越え、青い海を渡り、深い森を抜けて進んだ。途中で出会う生き物たちや、自然の美しさに触れ、彼の使命は、ますます明確になっていった。やがて、彼は小さな村にたどり着いた。村は強い風に吹き荒れていた。村人たちは不安そうに家の中に閉じこもり、外には出ようとしなかった。この風は何か異常な力を持っている。ブリーズハートは村の中心に立ち、その原因を探り始めた。彼は風の流れを感じ取りながら村の周囲を歩き回った。すると村の外れに古びた神殿があることに気づいた。その神殿からは異常に強い風が吹き出していた。この神殿が原因かもしれない。ブリーズハートは神殿に近づき、その異常を感じ取った。神殿の中には古い風の魔法が封じられていた。しかし、その封印が緩み、風の力が制御不能になっていた。ブリーズハートは封印を再び強化し、風の力を抑えるために必要な儀式を行うことにした。この儀式には時間がかかるが、必ず風を鎮めることができる。ブリーズハートは自信を持っていった。村人たちはブリーズハートの言葉に希望を見出し、協力を申し出た。彼らは神殿の周囲を清掃し、儀式の準備を整えた。ブリーズハートは村人たちと共に儀式を始めた。彼は風の力を使い、古代の魔法を呼び覚まし、封印を強化するための詠唱を行った。風よ、静まりたまえ。大地に安らぎをもたらし、人々に平和を。ブリーズハートは静かに呟いた。その瞬間、風の力が一気に収まり、神殿から吹き出していた強い風が止んだ。村は再び静けさを取り戻し、村人たちは喜びの声を上げた。ありがとう、風の守護者よ。あなたのおかげで村は救われました。老女は感謝の言葉を述べた。ブリーズハートは微笑みながら答えた。私は風の力を使って皆さんを助けるためにここに来ました。これからも風が皆さんに平和と希望をもたらすことを願っています。村人たちはブリーズハートの言葉に感動し、彼に感謝の気持ちを伝えた。彼は村を去り、再び風に乗って旅を続けた。彼の心には村人たちの感謝と喜びが深く刻まれていた。ブリーズハートは風の塔に戻り、風を送り続けることで人々に癒しと希望をもたらすことを続けた。
ブリーズハートは村で異常な風の原因を探していると、一人の老女が彼に話しかけた。あなたは風の守護者ですね。私たちの村に助けが必要です。何が起きているのですか？ブリーズハートは老女に尋ねた。この村には昔から守護の風が吹いていました。しかし、最近になってその風が荒れ狂い、村を襲うようになったのです。老女は悲しそうに答えた。ブリーズハートはその言葉に耳を傾けた。守護の風が荒れ狂う原因を探り、それを解決するために来ました。村人たちはブリーズハートの言葉に希望を見出し、協力を申し出た。彼らは風の流れを観察し、異常な風が吹き始めた場所を特定する手助けをした。ブリーズハートは村人たちと共にその場所に向かった。そこには巨大な風車が立っていた。風車は壊れかけており、その周囲には強い風が渦巻いていた。この風車が原因かもしれない。ブリーズハートは風車に近づき、その異常を感じ取った。風車は古いもので、その動力が制御不能になっていた。風車の羽は激しく回転し、その影響で周囲の風が荒れ狂っていた。ブリーズハートは風車を修理し、その動力を再び制御するための方法を模索した。この風車を修理すれば、風の力を抑えることができるかもしれない。ブリーズハートは村人たちに言った。村人たちはブリーズハートの言葉に従い、風車の修理に取り掛かった。彼らは壊れた部品を交換し、風車を再び動かすための努力を惜しまなかった。ブリーズハートは風の力を使い、風車を穏やかな風で包み込んだ。これで風車が正常に動き出すはずだ。ブリーズハートは村人たちに言った。風車が再び動き始めると、荒れ狂っていた風は次第に穏やかになっていった。村は再び静けさを取り戻し、村人たちは喜びの声を上げた。ありがとう、風の守護者よ。あなたのおかげで村は救われました。老女は感謝の言葉を述べた。ブリーズハートは微笑みながら答えた。私は風の力を使って皆さんを助けるためにここに来ました。これからも風が皆さんに平和と希望をもたらすことを願っています。村人たちはブリーズハートの言葉に感動し、彼に感謝の気持ちを伝えた。彼は村を去り、再び風に乗って旅を続けた。彼の心には村人たちの感謝と喜びが深く刻まれていた。ブリーズハートは風車の修理に取り掛かった。村人たちも協力し、壊れた部品を交換し、風車を再び動かすための努力を惜しまなかった。ブリーズハートは風の力を使い、風車を穏やかな風で包み込んだ。これで風車が正常に動き出すはずだ。ブリーズハートは村人たちに言った。風車が再び動き始めると、荒れ狂っていた風は次第に穏やかになっていった。村は再び静けさを取り戻し、村人たちは喜びの声を上げた。ありがとう、風の守護者よ。あなたのおかげで村は救われました。老女は感謝の言葉を述べた。ブリーズハートは微笑みながら答えた。私は風の力を使って皆さんを助けるためにここに来ました。これからも風が皆さんに平和と希望をもたらすことを願っています。村人たちはブリーズハートの言葉に感動し、彼に感謝の気持ちを伝えた。彼は村を去り、再び風に乗って旅を続けた。彼の心には村人たちの感謝と喜びが深く刻まれていた。ブリーズハートは風の塔に戻り、風を送り続けることで人々に癒しと希望をもたらすことを続けた。風の塔から世界中に送られる風は人々の心に安らぎを与え、自然の美しさを伝える力を持っていた。ブリーズハートの物語は風と共に語り継がれ、多くの人々に勇気と希望をもたらした。そしてブリーズハートはこれからも風の守護者として人々と自然をつなぐ架け橋となり続けるのだった。ブリーズハートは村を去り、再び風に乗って旅を続けた。彼の心には村人たちの感謝と喜びが深く刻まれていた。彼は風の塔に戻り、風を送り続けることで人々に癒しと希望をもたらすことを続けた。
風の塔から世界中に送られる風は、人々の心に安らぎを与え、自然の美しさを伝える力を持っていた。ブリーズハートの物語は、風と共に語り継がれ、多くの人々に勇気と希望をもたらした。彼の風は、砂漠の乾いた地に潤いをもたらし、海の荒波を沈め、森の木々に命を吹き込んだ。人々は、ブリーズハートの風を感じるたびに、その優しさと力強さに感謝した。風は、人々の心をつなぎ、自然との調和を生み出していた。ある日、ブリーズハートは、塔の頂で、風の調和を保つ、儀式を行っていた。その時、彼の耳に、また一つの囁きが届いた。それは、未来の世代の声だった。どうか、この風が私たちの未来に希望をもたらしてくれますように。ブリーズハートは、その願いに応え、風をさらに強めた。未来のために風を送り続けよう。私たちの地球が美しく豊かであり続けるように。彼の風は次の世代に受け継がれ、未来の人々に希望と癒しをもたらし続けた。風の塔は永遠に存在し、ブリーズハートの物語は風と共に語り継がれていった。未来の世代はブリーズハートの風を感じるたびに、その力と優しさに触れ、自然との共生を学んでいった。彼の風は人々の心に永遠に刻まれ、自然の美しさと調和を象徴する存在となった。風の守護者、ブリーズハート。あなたの風は私たちに希望を与えてくれました。未来の世代はそう語り継ぎながら風の塔を見上げた。そしてブリーズハートの風はこれからも世界中に吹き続け、人々に平和と希望をもたらし続けるのだった。雨の後の静けさ。静かな夕暮れ、雨が降り始めた。街はしっとりと濡れ、道端には次第に小さな水たまりができていった。その中の一つ、水たまり。水は雨の恵みを受けて生まれた。また降ってきたんだね。水は他の水たまりと共に喜んだ。雨は次第に強まり、水はますます大きくなっていった。彼は道路の隅に広がり、街灯の光を反射して、キラキラと輝いていた。私は一時的な存在だけれど、この瞬間を大切に生きよう。水はそう思った。雨が止むと、街は静けさに包まれた。人々は家に戻り、道はしんと静まり返っていた。水は、その静寂の中で、自分の存在を感じていた。この静けさは、何とも言えない安らぎを感じる。水は自分の姿を街灯の光で見つめながらつぶやいた。水はその静かな夜の中で多くの星を映し出していた。空には無数の星が輝き、彼の水面にその光が映り込んでいた。星の光が私の中に広がっているんだ。水は感動した。その時、一匹の猫が水の近くにやってきて、彼の水面を覗き込んだ。猫は水の中に映る星の光をじっと見つめていた。こんにちは、猫さん。私の中の星の光が気になるのかな。水は静かに尋ねた。猫は水の中に映る星の光を見つめながら、一瞬だけ目を細めて微笑んだように見えた。そして猫は静かにその場を去っていった。猫さんもこの静けさを楽しんでいるんだね。水はその姿を見送りながら思った。水は静かな街を見渡しながら、周りの景色を楽しんでいた。彼は自分が映す空や建物、通り過ぎる人々の姿に感動していた。こんなにも美しい世界が広がっているなんて。水は心の中でつぶやいた。ある日、通りを歩いていた一人の老人が水の前で立ち止まった。老人は疲れた顔をしていたが、水に映る自分の姿を見て微笑んだ。雨の後の水たまりはまるで人生そのものだね。短い時間しか存在しないけれど、その間に多くのことを映し出している。老人はそう言って水に向かって話しかけた。水はその言葉に感動し、老人の言葉を心に刻んだ。私は短い時間しか存在しないけれど、その間に多くのことを見て、感じることができるんだ。老人はしばらくの間、水の前に立ち続け、雨上がりの風景を楽しんでいた。そして、ゆっくりとその場を去っていった。老人さんの言葉は本当に深い意味を持っている。
水はその姿を見送りながら思った。その後も水は様々な人々に出会った。子供たちが水たまりで遊ぶ姿や、犬が水を飲む姿、カップルが傘を差して歩く姿。それぞれの瞬間が水にとっては貴重なものであった。ある日、水は小さな女の子が彼の近くで遊んでいるのを見かけた。女の子は水の中に映る自分の姿を見つめていた。こんにちは。女の子、私の中に何が見えるの？水は優しく尋ねた。女の子は微笑みながら答えた。あなたの中には私の笑顔が映っているの。水はその言葉に感動した。そうか。私は笑顔を映し出すことができるんだ。女の子はしばらくの間、水と一緒に遊び、その後、母親と共に去っていった。この世界には本当に多くの美しい瞬間があるんだ。水はそう思いながら、自分の存在の意義を感じていた。水はその後も様々な人々に出会った。子供たちが水たまりで遊ぶ姿や、犬が水を飲む姿、カップルが傘を差して歩く姿。それぞれの瞬間が水にとっては貴重なものであった。ある日、水は一人の若い男性が彼の前で立ち止まるのを見かけた。男性は深刻な顔をしていたが、水に映る自分の姿を見て微笑んだ。雨の後の水たまりは人生の短さと美しさを教えてくれる。男性はそう言って水に向かって話しかけた。水はその言葉に感動し、男性の言葉を心に刻んだ。私は短い時間しか存在しないけれど、その間に多くのことを見て、感じることができるんだ。男性はしばらくの間、水の前に立ち続け、雨上がりの風景を楽しんでいた。そして、ゆっくりとその場を去っていった。水はその姿を見送りながら思った。人々は私の中に映る自分の姿を見て、何かを感じ取っているんだ。しかし、日が昇り、気温が上がると、水は次第に蒸発していった。彼は自分が消えゆく運命に直面しながらも、その過程を受け入れていた。私は消えてしまうけれど、また次の雨で戻ってくるんだ。水は自分に言い聞かせた。やがて、水は完全に蒸発し、乾いた地面だけが残った。しかし、彼の心には出会った人々の姿や言葉が深く刻まれていた。数日後、再び雨が降り始めた。乾いた地面に水が溜まり、水は再び姿を現した。私は戻ってきた。水は喜びの声を上げた。今回の雨は特に激しく、水は前よりも大きな水たまりになった。彼は再び街の景色を映し出し、人々の姿を見守った。ある日、水の前に、あの老人が再び現れた。老人は微笑みながら水に話しかけた。また会えたね。君の存在は短いけれど、その間に多くのことを教えてくれるんだ。水はその言葉に感謝し、老人の姿をしっかりと心に刻んだ。私の存在は一時的だけれど、その間に感じたことは永遠に残るんだ。水はその後も様々な人々に出会い、その一瞬一瞬を大切に過ごした。彼は自分の存在が人々に何かを伝えることができると信じていた。ある日、水は小さな子供が彼の前で遊んでいるのを見かけた。子供は水の中に映る自分の姿を見て微笑んだ。こんにちは、子供さん。私の中に何が見えるの？水は優しく尋ねた。子供は笑顔で答えた。あなたの中には、私の笑顔が映っているの。水はその言葉に感動した。そうか。私は笑顔を映し出すことができるんだ。水は再び蒸発し、また戻ってくることを繰り返した。彼の存在は短いものだったが、その間に感じたことや見たことは永遠に続くものであった。私の存在は一時的だけれど、その間に多くのことを映し出し、感じることができるんだ。水はそう思いながら次の雨を待ち続けた。そして雨が降り、水は再び現れる。彼はその瞬間を大切に生き、出会う人々や景色を心に刻む。人生も同じだ。短い時間の中で多くのことを感じ、学び、次の世代につないでいくんだ。水はそう思いながら自分の存在の尊さを感じていた。
こうして、水は雨の後の静けさの中で、永遠に続く、循環の一部として、生き続けた。彼の物語は、人々に人生の尊さと一瞬一瞬の美しさを教えてくれた。水の物語は、自然の中で生きるすべての存在に共通するテーマを持っていた。生命は一時的なものであり、その間にどれだけの美しさと意味を見つけることができるかが重要だということを、水は教えてくれた。ある日、水は再び雨に戻ってきたとき、一人の老人が彼の前で立ち止まった。老人は微笑みながら言った。君の存在は本当に尊いものだ。短い時間しかないけれど、その間に感じたことや見たことは永遠に続くんだ。水はその言葉に感動し、老人の姿を心に刻んだ。私の存在は一時的だけれど、その間に感じたことは永遠に残るんだ。こうして、水は雨の後の静けさの中で、人々に人生の尊さと美しさを伝え続けた。彼の物語は次の世代に受け継がれ、多くの人々に希望と感動を与え続けることでしょう。山の神秘。高い山の中原に古代の山寺が静かに佇んでいた。この寺院は1000年以上の歴史を持ち、その建物は石で作られ、美しい彫刻や装飾が施されていた。寺院の周囲には木々が生い茂り、霧が立ち込める神秘的な雰囲気が漂っていた。寺院の奥深くにはムーンストーンという名の精霊が住んでいた。彼は古代の神々によって作られ、この寺院とその周囲の自然を守るために存在していた。ムーンストーンは知恵深く、静かで優雅な存在であり、訪れる者に知恵と癒しを与えていた。ある日、一人の若者が寺院を訪れた。彼の名前はアシム。アシムは心に悩みを抱えており、その解決策を求めて山寺にやってきたのだった。アシムは寺院の門の前に立ち、その壮大な雰囲気に圧倒された。この寺院には本当に答えがあるのだろうか。彼は心の中でつぶやいた。その時、ムーンストーンの声がアシムの耳に響いた。若者よ、ここは古代の知恵と癒しの場。心を開き、自らの内に答えを見つけるための旅を始めなさい。アシムは驚きつつも、その声に従い、寺院の中へと足を踏み入れた。アシムは寺院の中を歩き回り、その美しさと静寂に感動した。寺院の壁には古代の神話や歴史が彫刻されており、それぞれの彫刻が何かを語りかけているように感じられた。この寺院には本当に多くの秘密が隠されているんだな。アシムはつぶやいた。ムーンストーンはアシムに近づき、優しく声をかけた。ここには古代の知恵が詰まっている。あなたが探している答えもきっとこの中にあるはずです。アシムはムーンストーンの言葉に励まされ、寺院の奥へと進んだ。そこには古代の巻物や秘宝が収められた部屋があり、その中心には巨大なムーンストーンが輝いていた。これは、アシムはその光景に圧倒された。ムーンストーンは静かに語り始めた。この石は古代の神々が私に授けた力のもとです。あなたが心に抱える悩みも、この光の中で浄化されるでしょう。アシムはその言葉に従い、ムーンストーンに手をかざした。その瞬間、彼の心に平穏が訪れ、悩みが次第に消えていくのを感じた。ありがとう、ムーンストーン。私は本当に救われました。アシムは感謝の言葉を述べた。ムーンストーンは微笑んで答えた。あなたの心が平穏を取り戻せたことを嬉しく思います。これからも自分を信じ、前に進んでください。アシムはその言葉に力をもらい、寺院を後にした。彼の心は晴れ渡り、新たな決意とともに山を降りていった。ムーンストーンは静かにその姿を見送りながら、再び寺院の守護者としての役目を果たすために、その場に留まった。古代の山寺は、これからも多くの人々を迎え入れ、その知恵と癒しを与え続けるのだった。アシムはムーンストーンの光に包まれ、その心が癒されていくのを感じた。
しかし、ムーンストーンは続けていった。あなたの心の平穏は一時的なものです。真の答えを見つけるためには、試練を乗り越える必要があります。試練。アシムは不安そうに尋ねた。そうです。試練の道を進むことで、あなた自身が答えを見つけ出すのです。ムーンストーンはそう言って、寺院の奥へと続く暗い道を指し示した。アシムは勇気を出してその道を進むことに決めた。彼は心の中で、この試練を乗り越えれば、きっと答えが見つかる。と自分に言い聞かせた。道は険しく暗く時折奇妙な音が響いた。しかしアシムは決して立ち止まることなく進み続けた。途中彼は様々な試練に遭遇した。暗闇の中で道を見失いそうになったり、恐ろしい幻影に惑わされたりした。これが試練なのか。アシムは心の中でつぶやいた。その時、ムーンストーンの声が再びアシムの耳に届いた。恐れることはありません。あなたの内なる力を信じて進みなさい。アシムはその言葉に励まされ、試練の道を進み続けた。彼は次第に自分の心の中にある強さと勇気を感じるようになった。試練の道の終わりには光が差し込む出口が見えた。アシムは最後の力を振り絞り、その光へと向かった。光の中に入ると、彼は広大な景色が広がる場所に立っていた。その場所は静寂と平和に包まれており、アシムの心に安らぎをもたらした。これが答えなのか。アシムは自分に問いかけた。ムーンストーンの声が再び響いた。そうです、若者よ。真の答えは外にはなく、あなたの内にあります。試練を乗り越え、自分自身を信じることで、あなたは成長し、真の平穏を手に入れました。アシムはその言葉に深く感謝し、ムーンストーンの教えを心に刻んだ。彼は自分の力で道を切り開き、人生の困難に立ち向かう決意を新たにした。こうしてアシムは新たな知恵と勇気を持って山を降りていった。ムーンストーンは再び静かに寺院を見守り続け、訪れる者たちに知恵と癒しを与え続けた。その山寺はこれからも多くの人々を迎え入れ、その知恵と癒しを与え続けるのであった。アシムは試練の道を進み続け、ついに明るい光が見える場所にたどり着いた。そこには美しい庭園が広がり、静かな池があり、花々が咲き乱れていた。ここは、アシムは驚きと感動を覚えた。ムーンストーンはアシムの傍らに現れ、優しく微笑んだ。ここは、あなたが真の答えを見つけるための場所です。心を開き、自然と一体となることで、あなた自身の内なる悟りを得ることができるでしょう。アシムは池のほとりに座り、静かに目を閉じた。彼は心を落ち着け、自然の音に耳を傾けた。風の音、鳥のさえずり、水の流れ。すべてが一つに溶け合い、アシムの心に深い安らぎをもたらした。私は何を求めてここに来たのだろう。アシムは自問自答した。その時、彼の心に一つの答えが浮かんできた。私は自分自身を見つけるために、ここに来たのだ。アシムはその答えを心に刻み、静かに立ち上がった。彼はムーンストーンに感謝の意を伝えた。ありがとう、ムーンストーン。あなたのおかげで、私は自分自身を見つけることができました。ムーンストーンは微笑みながら答えた。あなたの内なる力を信じ、これからも進んでいくのです。アシムは新たな決意を胸に山を降りていった。彼の心は平穏で満ち溢れ、自分自身の力を信じることができた。ムーンストーンは再び静かに寺院を見守り続け、訪れる者たちに知恵と癒しを与え続けた。その山寺はこれからも多くの人々を迎え入れ、その知恵と癒しを与え続けるのであった。アシムは寺院を後にし、新たな旅立ちを迎えた。彼は自分自身を見つけ、心の中に答えを得たことで、これからの人生に向けて、新たな希望と決意を持つことができた。私は自分自身を信じ、進んでいくのだ。アシムは心の中で誓った。ムーンストーンは寺院に残り、これからも訪れる者たちに知恵と癒しを与える存在であり続けるのだった。彼は自然の一部として永遠にこの山を守り続ける。
人生には多くの試練が待ち受けている。しかし、それを乗り越えることで真の答えを見つけることができるのです。ムーンストーンは静かにつぶやいた。こうしてアシムは新たな旅立ちを迎え、ムーンストーンは山の神秘を守り続けた。彼らの物語は山の静寂と共に語り継がれ、多くの人々に勇気と希望を与えるものとなった。湖に映る星。大都会の喧騒の中に一つの静かな湖があった。ビルや車の音に囲まれながらも、この湖だけは静寂を保ち、夜には星空を映し出す鏡のように輝いていた。湖の上には無数の星がきらめき、その光が湖面に映り込んでいた。その星々の中に特別な存在がいた。星の精霊ステラだ。ステラは夜空に輝く星々から生まれた精霊であり、都会の人々を見守りながら、その心に希望と夢をもたらす役割を持っていた。この街の人々は、生の本質を見失っているように見える。ステラは湖面に映る星を見つめながらつぶやいた。ステラは星々の光を通じて人々の心の声を聞くことができた。彼女はその光を通じて人々に語りかけることもできた。夜ごとに湖の上に降り立ち、星空と湖面を見守りながら人々に寄り添っていた。ある夜、一人の青年が湖のほとりにやってきた。彼の名前はカイ。カイは仕事に追われ、心の安らぎを求めて、この静かな場所にたどり着いた。カイは湖のほとりに座り、星空を見上げた。ここで少し心を落ち着けたい。彼はそう思いながら、静かに瞑想を始めた。その時、ステラの声が、カイの耳に届いた。ようこそ。カイ、この湖は、都会の喧騒の中でも静寂を保つ場所。あなたの心の悩みを、少しでも軽くできるかもしれません。カイは驚きながらも、ステラの優しい声に心を開いた。あなたは誰ですか？どうして僕の悩みを知っているのですか？私はステラ、星の精霊として、この湖と星空を見守っています。あなたの心の声が、星々に届いたのです。ステラは微笑みながら答えた。ステラはカイに湖の秘密を教えるために、彼を湖の中心へと導いた。湖面には無数の星が映り込み、その光が幻想的な光景を作り出していた。カイ、この湖は星の光を映し出す特別な場所です。星々は、あなたの心を見つめ、あなたに答えを与えることができるのです。ステラは静かに語りかけた。カイは湖面に映る星々を見つめながら、心の中で自分の悩みを整理し始めた。僕は何を求めてここに来たのだろう。ステラはカイのそばに立ち、優しく彼を見守った。カイ、あなたの心の声に耳を傾けてください。星々は、あなたに道を示してくれるでしょう。その夜、カイは星空を見上げながら、瞑想を続けた。彼の心には、次第に平穏が訪れ、悩みが少しずつ解消されていくのを感じた。次の日の夜、カイは再び湖を訪れた。彼は、ステラとの対話を通じて、自分の心の中にある、不安や悩みを一つ一つ解消していった。ステラは優しく語りかけ、カイに内なる力を見つける手助けをした。カイ、星々の光はあなたを導いてくれます。心を開き、自然の力を感じてください。ステラは静かに語りかけた。カイはその言葉に従い、心を落ち着けて瞑想を続けた。彼は次第に自分の内なる力を感じ始め、生の本質に気づいていった。カイが湖で心の平穏を得ている間、都会の他の場所でも様々なストーリーが展開されていた。ステラは湖から離れ、街の一角で起こるいくつかの出来事に目を向けた。ある日、ステラは公園で一人の少女が泣いているのを見かけた。少女の名前はエミ。彼女は学校でいじめに遭い、心の痛みを抱えていた。どうして私はこんなに辛いんだろエミは涙を流しながらつぶやいた。ステラはエミに近づき、優しく語りかけた。エミ、あなたは一人じゃない。私がそばにいるから、心を開いてみてください。エミはステラの声に驚きながらも、
その優しさに心を開いた。あなたは誰ですか？どうして私のことを知っているの？私はステラ、星の精霊として、あなたの心の声を聞いています。あなたの痛みが、星々に届いたのです。ステラは微笑みながら答えた。エミはステラに自分の悩みを打ち明け、心の中の痛みを少しずつ癒していった。彼女はステラとの対話を通じて強く生きる勇気を得た。エミ、あなたは素晴らしい存在です。自分自身を信じて、前に進んでください。ステラは優しく励ました。エミはその言葉に勇気を得て、学校での困難に立ち向かう決意を固めた。ステラはその後も街の様々な場所で人々を見守り、彼らに希望と夢を与え続けた。ある夜、彼女は再び湖に戻り、カイと再会した。カイは湖のほとりに座り、星空を見上げながら、ステラに感謝の言葉を述べた。ステラ、あなたのおかげで、僕は心の平穏を取り戻すことができました。ステラは微笑みながら答えた。カイ、あなた自身の力で平穏を見つけたのです。私はその手助けをしただけです。カイはステラの言葉に感動し、新たな決意を固めた。これからは自分自身と向き合いながら生きていきます。あなたの教えを胸に刻んで。その時、ステラは湖面に映る星々を見つめながらつぶやいた。この街の人々が生の本質を見失わずに生きていけるように、私はこれからも見守り続けます。ステラは湖の上空に舞い戻り、再び星々の光を通じて人々に語りかけ続けた。彼女の存在は多くの人々に希望と夢をもたらし続けた。ステラは都会の湖で人々に希望と夢を与え続けた。彼女の存在は喧騒の中で静寂を求める人々にとって光となった。カイやエミのようにステラと出会った人々は心の平穏を取り戻し、新たな希望を胸に生き続けた。彼らの人生はステラの導きによって明るく輝いた。ステラは夜空の星々を見上げながら静かにつぶやいた。この湖に映る星々の光が永遠に人々の心を照らし続けますように。こうして都会の湖に住む精霊ステラの物語は終わりを迎えた。しかし彼女の影響を受けた人々の心にはいつまでも星々の輝きが残り続けた。